どうも、ともです。皆さんは月の意匠をいくつ知っていますか？数えればキリがないんですけれど、そのいくつかとワンピースに登場するある動物との共通点を見つけました。そして僕がこれまでしてきた考察ともがっちり噛み合う、その動物とはカッパです。正確にはカッパと関連付けされている生物なのですが、それらを深掘りすることでまたイム様の正体に一歩近づきます。では行きましょう。僕が考えるカッパと関連付けされている生き物とはカエルとパンダです。特にカエルはカッパと同じと考えてもいいように感じています。以前に考察しましたが、僕はパンダマンやドスコイパンダはイム様を表すキャラだと考えています。ユデロンさんの竹取物語の竹とパンダが食べる竹笹のイメージからです。ドスコイパンダには相撲のイメージがありますよね。多分これはパンダの漢字が熊、猫と書くので金太郎と熊のイメージだと思います。ワンピースにおいて相撲のイメージといえばパンダと熊とワノ国の横綱浦島を除けば戦闘丸と横綱川松と角界ガエルの横綱と相撲をしていたカブトムシとクワガタでしょう。今回は昆虫の話は置いておきます。戦闘丸はおかっぱ頭なのでカッパのイメージです。カッパもカエルも古来より相撲が好きだとされています。カッパとカエルもパンダと同じくイム様のヒントだと考えて月の意匠を見てみましょう。ちょっと気になる月の意匠1つ目。第193話ミスダブルフィンガーのシーアーチンに足を貫かれたナミが足の1本や2本や3本へのカッパと言っています。足が3本、どういうことでしょう。これはナミの出生に関わるヒントなのだと思います。僕はナミとイム様は双子であると考察していますから、イム様、カッパ、足3本で考えてみます。ここから思い浮かぶ月の意匠といえば玉泉です。玉泉とは月の中に三つ足のヒキガエルがいるという伝説からついた呼称です。ナミとイム様の祖先が月から来たことの暗示になっていそうですよね。ちょっと気になる月の意匠2つ目。ワノ国に登場した男はおかっぱ頭でしたよね。男はカムロでした。カムロとは遊女がそばに置いて使う子供のことを言いますが、他にも子供の髪の裾を切り揃えて結ばないでいるもの、もしくはハゲ頭を表します。カムロをハゲとするなら男はカツラをつけていることになります。ここから思い浮かぶ月の意匠といえばカツラ男です。カツラ男とは月に住むという伝説上の男からついた呼称です。炎帝を怒らせた男が罰として月に流され、不死の木月桂を伐採させられる話です。その妻は3人の子供をヒキガエル、ウサギ、ヘビの姿に変えて月に赴かせ父を手伝わせたといいます。ちょっと気になる月の意匠3つ目。アラバスタ編で反乱軍に入ろうとしていた少年の名前がカッパでしたよね。ちょっと強引にも思いますが、思い浮かぶ月の意匠はささらえ男です。ささらえ男とは愛らしい若い男という意味であり、別名はつくよみ男です。ここまではカッパと月の意匠につながりがありそうだという話でしたよね。ここから一気にイム様とつながります。作中で明確に月が描かれているのは扉絵連載エネルのスペース大作戦です。僕は前回前々回の動画でイム様には緑の呪いがかけられており、その呪いのイメージの一つにビールがあると話していますが、エネルは故郷である空島ビルカを捨てスカイピアでマクシムを作り、限りない大地フェアリーバースを目指しました。エネルがしたこの選択はバースかビルか風呂かビールかを選んだのだと思います。バスカビルも同じような語呂ですね。扉絵連載ゲダツのうっかり正解暮らしはイム様が風呂イコール不老を作ったのではないかとどなたかが考察されていたのを見た覚えがあります。つまりエネルが目指す月にいるものとされる神は不老であったのではないかと考えます。月に到着したエネルが最初に見たのは気配ある穴箱です。前回の動画でも説明しましたが、穴ぼこだらけはイム様を表すヒントです。今回はイム様とカッパと月のつながりを説明したいので途中のストーリーは省きますが、463話で宇宙海賊が掘り当てたものとはホラー穴の先にある地下都市でした。これも前回の考察とつながっているのですが、トンネルの先にある不思議な町はイム様がいた場所だと言いましたよね。イム様という名前が初登場したのは908話です。かの語呂合わせは5で表すことが主流のようですが、9でも良いとされています。908話の語呂合わせといえば、そう、カッパです。そして地下都市があることで有名な世界遺産といえばカッパドキアです。この地下都市は電力をエネルギーとしていますから、以前に考察したように月から来た初代のイム様がミンク族の王であったのなら説明がつきます。
ミンク族の王だったのであれば資源は不足しないのではと考えると思いますが、その答えは扉絵にしっかり描かれているんです。ミンク族は毛の生えていない動物を食べる以外は基本的な食料は野菜と果物です。キャロットも人参を弁当にしています。野菜や果物を育てるのに必要なものがエネルが到着した月にはありませんでしたよね。つまり不足した資源とは水です。月には草木も何もありません。穴ぼこだらけ考察から僕はイム様は何でも食べちゃうイメージだと考え、月にある水や食料を食べ尽くしたのだと考えています。アラバスタ編でトトが水を求め穴を掘り続けた町の名はユバでしたよね。ユバは漢字で書くと風呂場という意味にもできるのでバースを表しています。ユバの背景の中央に何度も月が描かれていたのは、月にもかつては水があったことを表しているのではないでしょうか。キャロットが人参をルフィに食べられただけで我を忘れて噛みついたことがミンク族の飢餓に対する恐怖を表しているのだと思います。僕の考えるイム様とカッパの関係、少しは伝わったでしょうか。ここからはカッパとカエルとパンダがイム様のヒントという前提でいろいろと話をしていきます。偶然ながら先日後期たこ焼き大阪さんがカエルイコールウソップの動画を出されましたよね。僕もそこは少し考えていましたが、僕の動画を見てくださるような方は当然後期さんの動画をチェックしていると思うので、カエルイコールウソップは省略します。ウソップとベガパンクのリンクまで見つけちゃうあたり後期さんがすごすぎますが、僕なりに他に考えていたものを紹介します。ワノ国でルフィの相撲の戦歴はウソップに全勝となっていましたよね。ここでもウソップにカエルやカッパのイメージが持たされていることがわかります。第446話で初登場したシンドリーちゃんはなぜかウソップにだけ皿を投げてきましたよね。ナミとチョッパーにはそこの2人は入っていいわと言っていました。その後に投げた皿がウソップの頭に当たり割れています。これは皿が嫌いなシンドリーちゃんがカッパイメージのウソップの頭の皿を割ったのだと思います。第602話の扉絵ではウソップとカワウソが川で競泳しているところが描かれていますが、ウソップがカワウソと競泳で勝負できるほど泳ぎがうまいイメージはないですよね。カッパの見た目は体格は子供のようで全身は緑色または赤色、姿は猿やカワウソのようと表現されることもある。科学習ではカワウソ老いてカッパになるとされていますから、このウソップはカワウソもしくはカッパという意味なのだと思います。射撃の名手のウソップに持たされているカッパやカエルのイメージはイム様を表し、以前に考察したのと同様にイム様は射撃のイメージを持たされているということだと思います。次はカッパのカワマツについて考えます。カワマツは初登場の時牢屋に捕まっています。これは僕が考える閉じ込められているイム様のイメージに合います。注目はカワマツが毒魚を食べ続け五臓六腑が値を上げていたことです。簡単に言ってしまえば食当たりなのですが、五臓六腑が音を出すと考えるなら語呂合わせ的にはゴロゴロがいいですよね。イム様にはなぜかお腹がゴロゴロ鳴っているイメージがあると思います。他にもイム様のヒントキャラの食当たりを見ていきましょう。まずはロングリングロングランドのトンジットです。ルフィが竹を割ったら精霊が現れたと言っているので、かぐや姫、つまりトンジットはイム様を表しています。裏表紙でお玉がパンダマンになっていたことからイム様のヒントを表しており、語尾にケロをつけることからカエルイメージのお玉も。以前にも話したようにインペルダウンはイム様のヒントだらけ。そのトップであるマゼランはいつもトイレにこもっている。以前に考察したイム様とトンタッタンのつながりを考えても、腐った食事を食べて弱っている描写は意味深。まだ動画にはしていませんが、栗はイム様のヒントを表していると考えています。名前に栗がつくドンクリークは食当たりミートボールを受けていますよね。ちなみにクリークの剣山マントはイガグリを表しているのと同時にカエルも表しています。剣山は英語でフロッグ、つまりカエルなんです。これは少し違うと言われそうですが、フランキーはお腹が冷え性。お腹が冷えるとは腹痛や下痢の時に使う言葉ですよね。20巻の作者コメントにはドスコイパンダの絵が描かれており、リズムのある言葉は聞いてて気持ちがいいでしょう。カッパの川流れとか、やっぱり春なのねとか、すっかり秋だわねとか、ばったり行き倒れとか、突っ張り回し蹴りとか、こってり醤油味とかね。突っ張りと回しは相撲をイメージさせていますよね。あとは下痢です。まだ動画にしていませんが、ルフィもゾロもイム様のヒントだと思います。2人とも毒を食べています。ルフィの毒を吸ってくれたレイジもパンダマンの要素があり、イム様のヒントキャラだと思います。最後はチョッパーです。
チョッパーに食当たりのイメージはないのですが、ランブルボールにヒントがあります。ランブルには低い音でゴロゴロ鳴るという意味もあるんです。僕はランブルボールの成分にはお酒が含まれていると考察しているのですが、イム様が毒を取り続けてお腹がゴロゴロいっているイメージとは、お酒は飲みすぎると体に毒ということなのかもしれませんね。今回のカッパの考察のラストはイム様の性別について考えます。皆さん、スポーツブランドのカッパをご存知ですか？男女が背中合わせに座っているロゴなのですが、小田先生はこれすらヒントに取り入れていそうです。サンジが初登場した時に鉄拳のフルボディが注文したワインの名前がサンジが出来損ないの人造人間であったことを表しているという有名な考察がありますよね。そこでサンジがナミにだけ特別に提供した料理と酒に注目しました。フルーツのマチェドニアと食後酒のグランマニエなのですが、マチェドニアの名前の由来はアレクサンドロス大王のマケドニア王国からだとされています。ワンピースはアレクサンドロスロマンスのオマージュが込められているという考察が一般的ですよね。サンジは料理を提供しながらナミのことをお姫様と呼んでいますので、ナミがどこかの国のお姫様であることを表していると思います。グランマニエはフランスのオレンジリキュールの名前です。オレンジはナミのイメージですよね。サンジの提供した2つのものはナミの好きなものであり、ナミを表すヒントにもなっています。また第790話の見開きにはそれぞれのキャラに関するイメージ国が描かれているのではないかと推測できますが、注目はナミの顔の横にあるスペインの国旗です。スペインのことわざに運命の相手のことを、あなたは私の半分のオレンジだという有名なフレーズがあります。人間を半分のオレンジに例えていて、一人では半分ずつのオレンジである二人が結ばれて一つの完全なオレンジになるということを表しています。このことわざのルーツはギリシャ神話にあるとされています。原始時代には人間は3つの性、男男、女女、男女に分かれていたとされており、2体が背中合わせにつながって、首の上には反対方向に向いた同一の2つの顔があり、4本の手足、4つの耳、2つの性器という形態だったそうです。しかし人間の傲慢な態度が全知全能の神ゼウスの怒りを買い、真っ二つに切り落とされて今の人間の姿になったのだそうです。以来人間は自分の片割れを探し、一つに戻りたいという欲望、エロースを持つようになったそうです。この運命の相手という意味とはニュアンスが変わりますが、一卵性の双子ももともとは一つのものが分かれて二人の人間になっています。つまりオレンジのイメージを持つナミは、半分になったオレンジの片割れがいる、イコール双子であるということを表しています。そしてナミとイム様が生き別れた双子だとした場合、イム様の性別は男になるのではないかと思います。タイトル地獄に仏の仏にはオカマと振り仮名がついていることから、イム様が男でありオカマなのではないかという考察は昔からされていますよね。そこに僕なりの根拠をプラスしていきます。まずは以前の動画で紹介した左右の色でナミとイム様を表している3人に注目します。この動画では水色はイム様を、オレンジはナミを表していると話しています。バスカビルの水色側のバスは自分のことを俺と言い、オレンジ色側のカビルは自分のことを私と言います。稲妻は説明するまでもなく男と女の両方のイメージです。先日ドロピザさんがキャベンディッシュは女なのではないかという動画を出されていましたよね。主人格の方の目がオレンジ色なので、水色側の白馬の人格が男なのだと思います。キャベンディッシュはロンメルのかまいたちと呼ばれています。僕は以前の動画でイム様はイタチのミンク族だったのではと考察していますので、かまいたちはオカマのイム様を表していると思います。カマキリがモヒカンだったのも鶏イメージのイム様をカマとキリで表していそうです。イム様を表す水色と白の仮面をかぶっているキラーは和の国でカマゾウと呼ばれていました。次は蛇の目のシャツに水色の服を着ていることからイム様のイメージがあるパウリーです。幼少期のパウリーの横にはナミに似た感じの妹がいるように描かれています。ナミはなぜか一度だけヨサクとジョニーにナミの兄貴と言われています。ナミはスリラーバークで私実は男なんだぜという変な嘘をつきます。細かいものまで含めるとキリがないのですが、僕が意味深に感じているのは第567話のカラー見開きです。ヒーロー戦隊のような格好をした一味がリビングでくつろいでいます。何のことないようなこの絵、よく見るとルフィにめちゃくちゃ違和感があります。ルフィは雪山ですら素足でいることをポリスーだと言っているのに、ヒールのついた靴を履いています。
冷蔵庫の中には大好物の肉があるのにリンゴばかり食べています。足を組み、仕草がまるで女性のようです。僕はこのルフィはイム様のことを表していると考えています。一人だけ座っている椅子は空の玉座を、食べているリンゴは不老の果実を、リンゴジュースはビンクスの酒を、ラップに包まれた肉は支配されている国を表していそうです。帽子に描かれたジョリー・ロジャーのマークに注目してください。ドクロの下のマークは横長の線に縦に線2本が入っています。これをワノ国で説明のあった腹の絵を消すことを意味する文字抜きだと考えると、ハブ港を鳩と呼んだようにイム様を文字抜きして読むと今となり、今はリビングです。そう考えてもう一度ルフィを見るとなんだかオカマっぽいですよね。月の衣装であるささらい男は愛らしい若い男、イム様は女装をしている男。最大のヒントはやはりお玉が女の子のふりをしている男であるということなのだと僕は本気でそう思っています。今回の考察は以上です。次は黒ひげが作りそうなものについて考察したいと思います。今回の動画少しでも面白いと思った方は高評価、チャンネル登録をポチッとお願いします。